あなたの銀行口座には今、自由に使えるお金がいくらありますか？スーパーのレジに並んでいるとき、財布の中身を気にして、本当に買いたかった少し高いお肉を、そっと棚に戻した経験はありませんか？コンビニの ATM で残高を引き出したとき、そこに印字されたあまりにも少ない数字を見て、背筋に冷や汗をかいたことはありませんか？もし今、急に会社からリストラを宣告されたり、大きな病気で数ヶ月間、ベッドから起き上がれなくなったりしたとき、今の貯金だけで一体どれくらいの期間、家族と自分の生活を支え、生き延びることができますか？この質問をされて、胸がぎゅっと苦しくなった方、貯金が100万円もない。いや、誰にも言えないけれど、正直に言えば、数万円しかない。次の給料日が来るまで、いつも綱渡りのような生活をしている。そんな状況に、人知れず焦りや恐怖を感じている方、決してあなただけではありません。あるデータによれば、50代の単身世帯において、貯金などの金融資産を持っていない、あるいは、極少額しか持てていない層が、一定の割合で存在するという厳しい現実があります。2人以上の世帯であっても、決して対岸の火事ではありません。多くの方が同じように苦しんでいるのです。ここで言う貯金ゼロというのは、財布の中に1円もない、明日のパンも買えない、という意味ではありません。日々の生活費の出し入れをする以外に、いざという時の備えや将来の運用に回せる余裕資金、つまり明確な金融資産がない状態のことを指しています。街を歩けば、同年代の50代はみんな立派な車に乗り、綺麗なお店で食事をして余裕があるように見えるかもしれません。しかし、それは表面を取り繕っているだけです。水面下では、多くの50代が、重くのしかかる住宅ローンの返済や、終わりの見えない教育費の重圧に耐え、日々の生活費のやりくりに必死で、溺れないように息継ぎをするのもやっとの状態で、泳ぎ続けているのです。あなたが今、貯金を持てていないのは、決して、あなたが怠けていたからでも、無駄遣いばかりしてきたからでもありません。むしろその逆です。真面目に働き、家族のために家を買い、子供により良い教育を受けさせるために、自分の楽しみを犠牲にして、必死に生きてきた結果として、手元にお金が残らなかったのです。日本の社会構造そのものが、50代の私たちから、お金を吸い上げるようにできているからです。だから、自分を責める必要は全くありません。安心してください。そして、何よりもまず、今日この瞬間、自分自身を強く、優しく褒めてあげてください。貯金がない、老後が危ないという残酷な現実から目を背けず、何とかしなければと、この動画をクリックしたあなたは、それだけで、上位数%のすごい行動力を持った人です。世の中の大半の人は、現実逃避をして、スマホで、面白おかしい娯楽の動画を見続け、貴重な時間を浪費しています。そんな中で、少しでも今の苦しい状況を変えようと、現実と向き合う覚悟を決めた証拠だからです。その勇気と知性があれば、ここから人生を立て直せる可能性は十分にあります。今日は、物価高で生活防衛費すら確保できていない。そんな50代が直面する残酷な現実の裏側と、そこから抜け出し、人生の主導権を取り戻すための、見栄を捨てた、真の逆転ロードマップをお話しします。ようこそ、お金と自由の航路へ。船長です。まずは、私たちが置かれている、この厳しい現実を、まっすぐに直視するところから始めましょう。ここ数年、私たちの生活を脅かす、信じられないほどの物価上昇が続いています。いつもスーパーで買っていた野菜やお肉、卵の値段。数年前と比べて、驚くほど高くなっていませんか？電気代やガス代の請求書を見て、思わずため息をつく回数が増えていませんか？それなのに、肝心の給料や年金はほとんど増えません。むしろ、
社会保険料の負担は年々重くなり、額面は同じでも手取り額は減っているという人がほとんどです。入ってくるお金は増えないのに、出ていくお金ばかりがどんどん膨らんでいく。節約しても節約しても、生活費が容赦なく口座から引き落とされていく。これでは普通に生きているだけで、貯金などできるはずがないのです。この状況の中で、自分は貯金が300万円あるから、今回の話は関係ない。うちはなんとか毎月やりくりできているから、大丈夫だ。そうやって胸をなで下ろした方もいるかもしれません。しかし、あえて厳しいことを言わせてください。50代において、貯金300万円以下は、まだまだ危険水域にいると考えた方が安全です。なぜか。それは、50代という年代特有の残酷なリスクに対処するための生活防衛費としては、十分とは言えないからです。生活防衛費とは、急な失業や病気など、万が一の事態が起きたときに、あなたと家族の生活を守るための命綱、絶対不可侵の要塞です。一般的には、最低でも生活費の半年分、できれば1年分が必要だと言われています。さらに50代になると、これまでとは違う、思わぬ出費の波が、次々と襲いかかってきます。会社員であれば、役職定年による突然の給与カット、あるいは、親の介護が始まり、施設への入居費用や、実家をバリアフリーにするためのリフォーム費用が必要になるかもしれません。子供の大学進学や結婚など、教育費の最後の大きな波も来ます。そして、長年使ってきた車の車検や、突然の故障で買い替えが必要になったら、家の給湯器や屋根が壊れて、大規模な修繕が必要になったら、ご自身やご家族の医療費、あるいは冠婚葬祭が重なったら、300万円の貯金など、そうしたライフイベントがたった2つ、3つ重なるだけで、あっという間に底をつき、消え去ってしまう可能性があるのです。だからこそ、今の金額の代償にかかわらず、今のうちから資産を守り、育てる強靭な体質に変えていく必要があります。貯金がない、あるいは少ないという現実に直面すると、人間は強烈な焦りと恐怖を感じます。どうにかして一発逆転しなければ、老後が破滅してしまう。この遅れを取り戻すために、手っ取り早くお金を増やす裏技はないか。そうやって視野が狭くなり、焦った時が一番危険です。行動経済学や心理学でも言われていますが、焦りや恐怖は人間の正常な判断力を著しくなまらせます。普段なら絶対に信じないような、よくわからない仮想通貨の怪しい話や、元本保証で絶対に儲かると謳う詐欺まがいの投資案件に、ついふらふらと手を出してしまう。あるいは、借金をしてまでハイリスクな取引にのめり込んでしまう。老後の不安を消すために一発逆転を狙って、焦って取った行動は、あなたの大切な資金を奪い、さらなる深い悲劇を招く恐れがあります。厳しいようですが、投資の世界に宝くじのような魔法の杖はありません。では、貯金のない50代にとって、本当の意味での一発逆転とは、一体何なのでしょうか。それは、見栄を捨てて、固定費を徹底的に削ることです。なんだ、そんな地味でケチくさいことか、がっかりしないでください。実はこれこそが、リスクが極めて小さく、効果がはっきりと読みやすい、実質的な利回りを生み出すのに近い、とてつもない絶大な効果がある、真の逆転術なのです。少し計算してみましょう。例えば、あなたがついに3万円の固定費を削ることができたとします。年間で36万円です。この毎年36万円のお金を生み出すためには、投資の世界ではどれくらいの元本が必要だと思いますか？仮に現実的な利回りである年利 4% で運用できたとして、税金などを考慮せずに計算しても、なんと900万円もの元本が必要になります。つまり、月に3万円の固定費を削るということは、900万円の資産を持っていて、
そこから利益を得ているのと同じ、圧倒的なパワーを持っているのです。今から900万円を貯めるのは至難の業ですが、固定費を3万円削ることは今日からでもできます。これこそが非常に効果の高い投資行動と言えるのです。では、具体的にどう動けばいいのか。今日からすぐに始められる3つのステップに分けたロードマップをお渡しします。この順番通りに行動するだけで、あなたの視界は大きく開けてくるはずです。ステップ1、止血です。まずは、あなたの財布という傷口から、だらだらと流れ出ている血を止めること。つまり、固定費の大幅な見直しです。ここには一切の感情や言い訳を挟まず、機械的に実行してください。まず、スマホ代です。大手キャリアのスマホを、なんとなく惰性で使い続けていませんか？最新の機種である必要は、本当にありますか？格安SIMに乗り換えるだけで、月に数千円、夫婦なら1万円近く浮く可能性があります。店舗に行くのが面倒くさい、設定がよくわからない。という理由だけで、毎月大金をドブに捨てているのと同じです。若い人に聞くか、休日に少し調べるだけで、時給何万円にも相当する節約になります。次に、生命保険です。若い頃に、職場の付き合いや、勧められるがままに入った、高額な医療保険や、手厚すぎる死亡保険。今のあなたに、本当にそれだけの保障が必要でしょうか？子供がすでに独立しているなら、何千万円という大きな死亡保障は、不要かもしれません。日本の健康保険には、医療費の自己負担に、年齢や所得に応じた上限を設ける、高額療養費制度という、素晴らしい仕組みがあります。いざという時に、本当に保険会社の大きなお金が必要なのか、中身を見直す価値は、十分にあります。そして、車です。地方にお住まいで、通勤や生活の足として、絶対に必要な場合は別ですが、都市部に住んでいて、週末に近所のスーパーに行くためだけにしか乗らないような車を、なんとなく世間体や見栄で維持していませんか？自動車税、任意保険料、2年に一度の車検代、ガソリン代、駐車場代。これらを合算すると、車はまさに金食い虫です。思い切って車を手放す、あるいは必要な時だけ、カーシェアに切り替えるだけで、年間で数十万円という、とてつもない額の止血になります。続いて、ステップ2、呼吸です。止血ができたら、次は深く息を吸い込み、心を整えましょう。固定費を削って浮いたお金を、すぐに投資に回してはいけません。ここが多くの人が陥る罠です。まずは、絶対的な安心感である、生活防衛費を確保することです。ですが、いきなり生活費の半と四分を貯めろなんて、無茶なことは言いません。そんな高い目標を立てると、道のりが遠すぎて挫折してしまいます。まずは、たった1ヶ月分。1ヶ月分の生活費を貯めることだけを目標にしてください。月に25万円で生活しているなら、25万円を絶対に手をつけない別口座に確保する。それだけでいいんです。たった1ヶ月分と思うかもしれませんが、これがもたらす心理的な効果は絶大です。もし来月、急に仕事がなくなったり、病気で働けなくなったりしても、少なくとも1ヶ月は、誰にも頭を下げずに、借金もせずに生きていける。この1ヶ月分の生活費があるという事実が、あなたの心に信じられないほどの余裕と深い呼吸をもたらします。夜、ぐっすりと眠れるようになるはずです。続いて、ステップ3、前進です。1ヶ月分の防衛費が確保でき、固定費の削減で毎月確実にお金が浮くようになったら、いよいよ前へ進みます。ここで初めて、投資の出番です。新NISAなどの非課税制度を活用して、少額から積み立て投資を始めてみるのです。月に5000円でも1万円でも構いません。全世界株式や S&P500 などに連動するインデックスファンドなどを選び、
証券口座で自動積み立ての設定をして、あとはコツコツと積み立てていく。これは一攫千金を狙うギャンブルではありません。世界中の企業が日々生み出す利益と、経済成長という大きな波に自分のお金を乗せておくという堅実な手段です。もちろん、投資には価格変動のリスクがあり、絶対に儲かると約束されたものではありません。タイミングによっては資産が目減りする時期もあるでしょう。しかし、長期的な視点で資産を育てていくことは、現金の価値が目減りしていくインフレから自分のお金を守るための大切な選択肢の一つになります。少額から始めることで、市場の値動きになれることもできます。さて、いかがでしたでしょうか。最後に、今日お話しした立て直しロードマップの3つのステップをまとめます。1つ目は、止血。スマホ、保険、車の固定費を徹底的に削り、財布から流れ出るお金を止めること。2つ目は、呼吸。浮いたお金ですぐに投資をするのではなく、まずは1ヶ月分の生活防衛費を確保し、心の余裕を取り戻すこと。3つ目は、前進。1ヶ月分の貯金ができたら、毎月浮いているお金を新NISAなどで、少額から積み立てていくこと。この3つのステップを着実に歩むために、一番大切な心構えがあります。それは、見栄を捨てる勇気を持つことです。すべての浪費の根源は、他人との比較です。隣の家の車が新しくなったとか、同僚が豪華な海外旅行に行ったとか、SNS で同級生が高級なレストランの写真をアップしているとか、そんなことは、あなたの人生には全く1ミリも関係ありません。他人の目を気にして、無理をしてお金を使っても、あなたが老後にお金に困ったとき、彼らはあなたの面倒を見てくれるわけではありません。見栄を張るために使うお金があるなら、自分の未来の安心のために、そのお金をしっかりと確保してください。見栄という重い怒りを断ち切り、捨てた瞬間、心は本当に軽くなります。他人と比較する無意味な競争から降りて、自分の人生の主導権を自分の手に取り戻すことができるのです。それこそが本当の意味での自由への第一歩です。今、貯金が少なくても諦める必要はありません。50代はまだまだ人生の折り返し地点です。これまでの人生で培ってきた経験と今日学んだ正しい知識があれば、ここから十分に立て直すことができるのです。今日、この動画を見終わったら、まずはスマホの料金プランを見直すところから始めてみてください。その小さな一歩があなたの未来を大きく変えるきっかけになります。もし今日の動画を見て、よし、まずは格安SIMに変えてみるぞ。保険の内容を証券で確認してみよう。見栄を捨てて自分のために生きるぞ。そんな決意が芽生えたら、ぜひコメント欄で教えてください。あなたのその行動宣言が、同じように不安を抱えながら頑張っている仲間の背中を強く押すことになります。また、この動画が少しでも役に立ったと思ったら、高評価ボタンを押していただけると、船長の動画作成の励みになります。このチャンネルでは、これからも、50代、60代からの人生を豊かにするための、現実的で、本当に役に立つお金の知識を発信していきます。私と一緒に、見栄を捨てて、賢くしたたかに、自由への航路を、堂々と進んでいきましょう。それでは、また次回の動画でお会いしましょう。